序章、小国から列強へ、プロイセンという異例。18世紀初頭、ヨーロッパの地図において、プロイセンという国家は、決して目立つ存在ではなかった。神聖ローマ帝国の外縁に点在する飛び地、人口も資源も乏しく、海にも恵まれないこの国は、フランスやオーストリア、ロシアといった大国の陰にうずもれた中規模国家に過ぎなかった。後世にドイツ帝国を生み出す原動力となる国家が、この時点で列強の仲間入りを果たすとは多くのコンテンパレリズ同時代人にとって想像すら困難であった。しかしこのプロイセンはわずか半世紀の間にヨーロッパの勢力均衡を揺るがす存在へと変貌する。その中心に立った人物こそがフリードリヒ2世、後にプロイセンの大王と呼ばれる君主である。フリードリヒ大王はしばしば軍事の天才、啓蒙先生君主、斜線人の創始者といった言葉で語られる。だが彼を単なる戦上手な王、あるいは哲学を愛した教養人として捉えるだけではその本質は見えてこない。彼が真に成し遂げたのは戦場での勝利そのものよりも戦争を通じて国家を変質させ、国家そのものを戦争に耐えうる構造へと作り変えたことにあった。フリードリヒ2世の治世においてプロイセンは勝てる軍隊を持つ国になっただけではない。行政は合理化され、官僚制度は整えられ、財政は軍事を支えるために再編され、宗教や身分の違いは国家運営の前では二次的なものとされた。王は国家第一のしもべであると公言し、自らを国家機構の一部として位置づけた。そこには旧来の絶対王政とも革命後の近代国家とも異なる独特な統治の姿があった。一方でこの国家強化の道程は決して理想に満ちたものではなかった。度重なる戦争は国土を荒廃させ、多くの兵士と民衆の命を消耗させた。フリードリヒ自身もまた孤独と重圧の中で統治を続け、生涯を通じて戦争から逃れられない王として生きることになる。プロイセンの躍進は栄光と同時に重い代償を伴うものでもあった。本論ではフリードリヒ大王の生涯を追いながら、彼がいかにしてプロイセンを強化し、なぜその強化がヨーロッパ全体の秩序を揺るがしたのかを軍事と統治の両面から考察していく。彼の戦争は単なる征服ではなく、彼の統治は単なる専制でもなかった。そこにあったのは小国が生き残るために選び取った極めて合理的で同時に危険な国家戦略であった。フリードリヒ大王とプロイセンの躍進を理解することは18世紀ヨーロッパ史を理解するだけでなく、近代国家がいかにして戦争と結びつき、いかにして自らを強化していくのかというより普遍的な問いに向き合うことでもある。第一章、王となるまでフリードリヒ2世という矛盾の塊。フリードリヒ2世、後に大王と称される人物の出発点は栄光とは程遠いものであった。彼は1712年、プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム1世の長男として生まれたが、その生育環境は後の王のイメージとは著しく異なっている。父フリードリヒ・ヴィルヘルム1世は軍隊王と呼ばれるほどの軍事偏重の君主であり、国家財政のほぼ全てを軍に注ぎ込む一方で、文化、芸術、学問を徹底的に軽視した人物であった。質素を超えた禁欲主義、厳格な規律、暴力的なしつけ。彼にとって王子とは将来の国家の道具であり、感性や個性は不要なものだった。しかし息子フリードリヒは父とは正反対の資質を持っていた。彼は音楽を愛し、フルートを演奏し、哲学書を読み、フランス語を好み、宮廷文化に憧れた。この価値観の乖離は単なる親子不和ではなく、国家間そのものの衝突であった。父は息子を軍人に仕立てようとし、息子はそれを拒み続けた。やがてこの対立は破局へと向かう。1730年、フリードリヒは親友勝手少尉と共に国外逃亡を図るが、計画は露見し、2人は逮捕される。不王はこの事件を国家への反逆とみなし、息子の目の前で勝手を処刑させた。フリードリヒは精神的に深く打ちのめされ、この体験は彼の人格と統治観に決定的な影響を与えることになる。この事件以降、フリードリヒは表面的には父に従順な軍人王子を演じるようになる。だが内面では力を持たなければ思想も理想も守れないという冷徹な現実を理解し始めていた。1740年、
父フリードリヒ・ヴィルヘルム一世が死去し、28歳のフリードリヒが王位を継承する。即位した彼は即座に2つの顔を見せた。一つは軍費と財政規律を維持するプロイセン王、もう一つは宗教寛容を掲げ拷問を制限し、哲学者ボルテールと交わる啓蒙君主だが、この穏健な改革路線は即位からわずか数ヶ月で終わりを告げる。ヨーロッパ情勢が彼に戦争を強いたからである。第2章シレジア戦争。小国プロイセンの賭け。1740年、オーストリア皇帝カール6世が死去すると、ヨーロッパ全体が揺れ動いた。後継者は娘のマリア・テレジアであったが、女性である彼女の継承を認めない勢力は多く、帝国は動揺していた。この瞬間をフリードリヒ2世は見逃さなかった。彼が狙ったのはオーストリア領シレジアである。シレジアは人口、工業、税収のいずれにおいても魅力的な地域であり、これを獲得できればプロイセンは一気に中央の有力国家へと躍進できる。しかし問題は明白だった。プロイセンはオーストリアに比べれば明らかに小国であり、正面からの戦争は無謀に近い。それでもフリードリヒは決断する。1740年12月、彼は宣戦布告なしに軍を動かし、シレジアへ侵攻した。ここで重要なのは、フリードリヒが短期決戦、限定目標という明確な戦略を持っていた点である。彼の目的はオーストリアの打倒ではなく、あくまでシレジアの確保であった。プロイセン軍は父の時代に鍛え上げられた常備軍であった。規律、訓練、射撃速度、機動、これら全てにおいて当時のヨーロッパ軍の中でも突出していた。1741年のモルビッツの戦いでは、フリードリヒ自身は一時戦場を離れるという失態を犯すが、軍は見事に勝利を収める。この勝利は偶然ではなかった。歩兵の火力集中、騎兵の機動、統制された体系。プロイセン軍はすでに近代戦争を始めていたのである。戦争は第2次、第3次と続くが、フリードリヒは外交と戦争を巧みに使い分け、最終的にシレジアを獲得する。この成功はプロイセンを一夜にして列強の仲間入りへと押し上げた。同時にこの戦争はフリードリヒ自身を変えた。彼は学問の王ではなく、戦争によって国家を生かす王へと完全に変貌したのである。この時点でプロイセンはもはや辺境国家ではなかった。だがこの躍進は周囲の大国の警戒心を刺激する。次に待ち受けるのは国家存亡をかけた7年戦争であった。第3章7年戦争。プロイセン国家存亡の危機と大王の成立。フリードリヒ2世の治世においてプロイセンの命運を決定づけた戦争が1756年に勃発した7年戦争である。この戦争は単なる領土紛争や勢力争いを超え、プロイセンという国家が列強として存続できるか否かを問われた国家存亡をかけた総力戦であった。当時の国際環境はプロイセンにとって極めて不利であった。オーストリアはシュレージエン奪還を国家目標として掲げ、フランス、ロシア、スウェーデンといった列強が次々と反プロイセン陣営に加わった。一方、プロイセン側はイギリスとの同盟を得ていたとはいえ、陸上戦力においては人口、資源、財力の全てで劣勢であり、地理的にも四方を敵に囲まれた状態にあった。この状況下でフリードリヒが選択したのは防御ではなく先制攻撃であった。1756年、彼は中立国ザクセンに侵攻し、敵対連合が形成される前に主導権を握ろうとした。この行動は国際法的には強い批判を招いたが、軍事的合理性の観点から見れば、包囲網が完成する前に一部を叩くという非対称的かつ時間を味方につける選択であった。7年戦争におけるフリードリヒの軍事指導の最大の特徴は、決戦を避けつつ決定的瞬間に全力を集中するという戦争運用にあった。彼は兵力差を補うために敵の主力を同時に相手取ることを極力避け、戦線を分断し局地的優位を作り出すことに注力した。その象徴がロイテンの戦いに代表される斜線陣戦術である。斜線陣とは敵戦線の一翼に兵力を集中し局地的突破を図る戦法であり、兵数で劣る側が優位を得るための合理的な解であった。この戦術は単なる陣形の工夫ではなく、兵士の高度な訓練、指揮系統の単純化、迅速な意思決定が揃って
初めて成立するものであった。ここにフリードリヒが平時から築き上げてきたプロイセン軍の制度的強さが戦場で結実したのである。しかし7年戦争は決してプロイセンの連勝によって進んだわけではない。クネルスドルフの戦いにおける大敗はプロイセン軍に壊滅的損害を与え、ベルリン陥落の危機を現実のものとした。この時期フリードリヒ自身も深い絶望に陥り、自らの死を覚悟したことが記録に残されている。それでもプロイセンが崩壊しなかった理由は、単にフリードリヒ個人の才能に帰することはできない。国家全体が戦争を支える構造を持っていたこと、すなわち徴兵、財政、官僚制度が戦時にも機能し続けたことが決定的であった。地方行政は徴税と兵隊を滞らせることなく維持され、軍は壊滅的損害を受けても再編され、再び戦線に投入された。7年戦争の転機となったのは1762年のロシア皇帝エリザベータの死である。後継者ピョートル3世はフリードリヒを崇拝しており、即座に対プロイセン戦争から離脱した。このブランデンブルク家の奇跡と呼ばれる偶然はプロイセンに戦略的猶予を与え、フリードリヒは残る敵国との戦争を有利に終結させることに成功した。1763年のフベルトゥスブルク条約により7年戦争は終結した。プロイセンは領土をほぼ戦前のまま維持し、シュレージエンの領有を国際的に承認された。この結果は単なる現状維持以上の意味を持っていた。列強すべてがプロイセンの軍事力と国家としての持久力を認めざるを得なくなったのである。この戦争を通じてフリードリヒは単なる有能な国王から国家を背負う存在、すなわち大王へと変貌した。彼の名声はヨーロッパ全土に広まり、プロイセンはもはや新興国ではなく国際秩序を左右する主体として認識されるようになった。7年戦争はプロイセンにとって未曾有の犠牲を伴ったが、その代償として得られたのは軍事的信用、国家としての自信、そして小国でも制度と戦略によって大国に抗し得るという歴史的実例であった。この戦争を境にプロイセンは一時的な成功国家ではなく持続的な強国への道を歩み始めるのである。第4章、国家を支える制度。フリードリヒ大王の内政改革と強いプロイセンの完成。7年戦争という国家存亡の危機を乗り越えた後、フリードリヒ大王が直面した最大の課題は、勝利の余韻に浸ることではなく、疲弊しきった国家をいかに再建し、再び同じ危機に陥らない持続可能な強国として作り変えるかという問題であった。彼にとって戦争は目的ではなく国家を存続させるための一手段に過ぎなかった。故に戦場で得た名声以上に重要だったのが平時における国家運営、すなわち内政改革である。フリードリヒは即位当初から一貫して国家第一のしもべという自己規定を掲げていた。この言葉は単なる啓蒙君主の理事令句ではなく実際の政策として具体化されていく。彼の内政改革の核心は国家のあらゆる機能を軍事力の基盤として合理化するという一点に集約されていた。まず注目すべきは官僚制度の徹底的な整備である。プロイセンはすでに父フリードリヒ・ヴィルヘルム一世の時代から比較的効率的な官僚機構を有していたが、フリードリヒはこれをさらに洗練させた。官僚は貴族であるか否かではなく、能力と実務遂行力によって評価されるべき存在とされた。彼は頻繁に自ら公文書に目を通し、地方行政の細部にまで介入した。これは専制君主の権力誇示というより、国家運営を指示として引き受けるという彼独特の責任感の表れであった。司法制度においても彼は強い関心を示した。拷問の制限、裁判手続きの明確化、法の恣意的運用の抑制など、当時としては進歩的な改革が行われた。重要なのはこれらの改革が人道主義のみを目的としたものではなかった点である。法の安定は社会秩序を安定させ、農業生産と徴税の予測可能性を高める。すなわち法治は軍事国家プロイセンにとって兵隊と同じく不可欠な基盤であった。経済政策においてフリードリヒは徹底した重商主義を採用した。彼は国家の富とは軍を維持できるだけの人口と資源に他ならないと考えていた。
そのため戦争で荒廃した地域には移民を奨励し、農地の再開発を推進した。特に湿地の干拓事業は象徴的であり、これにより農地面積と食料生産量は大きく増加した。これは単なる経済振興ではなく、飢えない国家を作るための戦略的施策であった。宗教政策においてもフリードリヒは実利主義を貫いた。彼はカトリック、プロテスタント、さらにはユダヤ教徒に対しても比較的寛容であり、それぞれが天国に行く方法で幸福になれば良いと語ったとされる。この宗教寛容は思想的信念というより、人口と技能を国家に引き止めるための合理的判断であった。信仰による排除は国家の戦力を自ら削ぐ行為に等しかったからである。そして何より重要なのが軍と社会の関係である。プロイセンでは軍隊は国家の一部ではなく国家そのものといって良い存在であった。フリードリヒは常備軍の維持を最優先としつつ、社会全体が軍を支える構造を制度として固定化した徴兵制度、兵士の身分保障、退役軍人の再雇用などは兵士を一時的な消耗品ではなく国家資源として扱う思想の表れであった。この結果、プロイセンは戦争に強い国家であると同時に戦争に耐えうる国家へと変貌していく。7年戦争で示された驚異的な持久力は決して奇跡ではなかった。それは官僚制、司法、経済、宗教、社会制度が一体となって軍事力を支える冷徹なまでに合理化された国家構造の帰結であった。フリードリヒ大王の内政改革はしばしば啓蒙専制の成功例として語られる。しかしより正確に言えば、それは戦争を前提とした近代国家の完成形であった。彼が築いたプロイセンは単なる領土国家ではなく制度によって武装した国家であり、その遺産は彼の死後もなおドイツ史の真相に影響を与え続けることになる。晩年のフリードリヒ2世はもはや征服者ではなく国家の管理者として振る舞った。新たな大戦争を避け、慎重な外交を通じて勢力均衡を維持しつつ国家の制度的完成を優先した。この姿勢は若き日の大胆さとは対照的であるが、同時に統治者としての成熟を示している。フリードリヒ2世の死後、プロイセンは彼個人の天才に依存した一過性の国家ではなく、制度として機能する強国として存続した軍事力、官僚制、経済基盤が一体となった国家構造は、後のビスマルク時代、さらにはドイツ統一へと連なっていく。その意味でフリードリヒ2世の最大の功績は戦争で勝ったことではなく、強さが再生産される国家を築いたことにあった。プロイセンの躍進は偶然や英雄的資質だけでは説明できない。それは戦争と統治を同一の論理で捉えた一人の王の冷徹で持続的な設計の結果であった。フリードリヒ2世は戦場において国家を救い、平時において国家を完成させたのである。終章、プロイセンの大王、歴史的評価とその限界。フリードリヒ2世、いわゆるプロイセンの大王は18世紀ヨーロッパ史において最も評価の分かれる君主の一人である。彼は疑いなくプロイセンを一介の中規模国家から列強の一角へと押し上げた立役者であり、その軍事的政治的手腕は同時代人からも後世の歴史家からも高く評価されてきた。しかし同時に彼の成功は決して無条件のものではなく、重大な代償と構造的な限界を内包していた。本章ではフリードリヒ2世の歴史的評価を総括するとともに、その功績の陰に潜む問題点を検討する。まず軍事的観点から見たフリードリヒ2世の評価は極めて高い位置にある。彼は戦術家として斜線陣をはじめとする機動的戦闘思想を実戦で洗練させ、数的不利を克服する戦争の在り方を示した。7年戦争においてプロイセンは国力、人口、資源の全てにおいて圧倒的劣勢に立たされながら国家そのものの存続を守り抜いた。この事実は単なる幸運や偶然では説明できない。フリードリヒ2世が築いた訓練体系、指揮統制、迅速な意思決定能力は18世紀ヨーロッパにおいて他国の追随を許さぬ水準に達していた。さらに彼は戦争を政治の延長として冷徹に捉え、無目的な戦闘や感情的な報復を避けた点でも得意な存在である。講和の機会を見極め、勝利を最大化する一方で敗北を最小限に抑える判断を下した。
その意味でフリードリヒ2世は近代的な戦争指導者の原型の一つと評価することができる。政治家としての側面においても彼の姿勢はプロイセン国家の基盤を飛躍的に強化した。官僚制度の合理化、司法制度の整備、宗教的寛容の実践、農業振興と人口政策などは国家を持続可能な戦争機械として機能させるための冷静な国家設計であった。彼が語った王は国家第一のしもべであるという言葉は専制君主としては異例であり、統治を個人的権威ではなく制度として捉えようとした姿勢を示している。しかしこうした輝かしい評価の一方でフリードリヒ2世の限界もまた明確である。最大の問題は彼の統治が極度に個人能力依存型であった点にある。戦争指導、外交判断、内政改革の多くが彼自身の判断と統率力によって支えられており、後継者が同等の能力を持たない場合、国家運営が急速に硬直化する危険性をはらんでいた。実際、彼の死後、プロイセンは急速にその柔軟性を失い、官僚制と軍政は形式主義へと傾いていく。また、彼の軍事的成功は、プロイセン社会に軍事こそ国家の中心という価値観を深く刻み込んだ。これは短期的には国家の結束を高めたが、長期的には文民統制の未成熟や軍事的解決への過度な依存を招く土壌ともなった。この軍事国家的性格は19世紀以降のドイツ史においてしばしば暴走の要因となっていく。さらに倫理的観点から見れば、フリードリヒ2世の戦争は決して理想主義的なものではなかった。シュレージエン獲得戦争に代表される先制攻撃は国際秩序を力によって書き換える行為であり、彼自身が啓蒙思想を尊重した一方で他国の主権を尊重したとは言い難い。この矛盾は啓蒙専制君主という概念そのものが抱える根本的な問題でもある。総じて言えばフリードリヒ2世はプロイセンを強くした王であると同時に強さに国家を最適化しすぎた王でもあった。彼の築いた国家は極限状況において驚異的な耐久力を発揮したが、それは常に戦争という前提条件の上に成立していた。その成功は普遍的なモデルというよりも18世紀という時代と彼自身という稀有な人格が重なり合った結果であったと言える。結論としてフリードリヒ2世の歴史的意義は否定しがたい。彼はプロイセンを列強に押し上げ、近代国家の一形態を示した。しかし同時にその成功は限界を内包し、後世に重い課題を残した。プロイセンの大王とは完成者であると同時に後のドイツ史における光と影の起点でもあったのである。チャンネル登録、高評価お願いします。